そうするとこれは来年に向けてここまで伸ばしたい、ここまで動画ご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回はですね、イチジクの露地における必須作業ですね、芽かきについてね解説をしていきます。で今回はですね、偶然なんですけども一人でねやろうかと思ってたら彼が遊びに来てくれました。ちょっとね、またもや登場です。武田くんが来てくれましたんで、今回はですね、私作業をしながら武田くんにカメラマンをやっていただいて、はい、実作業をですねやりながらやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今回はカメラマン付きなので非常にやりやすいと思いますので、はい、ではやっていきましょう。お願いします。じゃあ奥行きましょう。はい。っていうか、ね、さっきね一人でやったんでここやっちゃったのよあ、ちょっと少しやっちゃいました。ちょっと空いてますね。はい、少し透かしてありますので、はい、ちょっと奥行きましょう。はい、芽かきはね、地植えはもう必須作業と思っていただいて結構です。そうですね。で5月から、開始する作業、6月7月ぐらいまでずっとやってます。そうですね。一緒ですよね。はい、そうです。ここからやっていきましょう。はい、見ての通りですね、ここ新調してありますのでかなりの芽が出てます。ブリブリに出てます。そうですね、すごい出てます。多いです。芽かきでね、一番私が重要視しているのは間隔です。はい、隙間ね、芽かきなんで芽を透かしていくっていうのが芽かき作業になりますので、残す芽っていうのは地植えの場合はセオリー的には下芽もしくは横芽、いわゆる上芽は全部カットしてくださいっていうふうになってます。ただ鉢植えとかねプランターでやってる人はそこまで意識しなくてもいいのかなと私は思います。地植えでも上芽を残すっていうこともあります。それは枝の勢いちょっと弱いなと、来年に向けてねその枝を太くしたい伸ばしたいって言った時は上芽を残すっていうこともあります。今回の場合ね、これもう伸ばしようがないです。もう見ての通りね。なのでこうやって見れば分かるんですけど、ここにある上芽、これ上芽ですよね。これが横芽、横芽、これ上芽なんで、この上芽はまあいらないんで上芽はカットしていきます。で私は基本カッターでやってます。ただ手でやっても別に問題はないと思います。これもね隙間的にもうこれだけしかないので、これも先っぽはいらないな。腸が優勢で先の方が伸びやすいのでそこまで必要ないと思います。残す場合は例えばこれを残すとすると、こちら側、じゃあ次は反対側ね、この交互になるように、感覚的に言うと私は40センチ、私のこの手のひらがだいたい20センチです。これで見るとこうですね、20センチで、反対かこうか、だいたい20センチだと思うんですよ。ただイチジクの葉っぱはね20センチどころじゃなくてもっと大きくなりますので、将来的にこう葉っぱが伸びた時に、これが葉っぱだとすると20センチ20センチだとギリギリぐらいなので、最低40センチぐらい開けるような気持ちでやってください。そうするとこれが1個目だとすると、こうやると次はここですね。イメージ的に言うとここを落としてここを落としてここを落として、反対側に出したいとなるとこの芽を生かすという感じなので、それ以外の芽は描いちゃいます。こんな感じやね。こう実作業的にはこう、よいしょ、こうですね。結構こうやって見ると分かるんですけど、今の段階で見ても結構隙間が40センチなのでこのぐらいで、次ここから40センチ、そうするとこの辺りですねとなると、これはカットしてこれかな。そうするとこれはカット、これはカット、これはカット、これはちょっとねもしかしたら何か使えるかもしれないんで無理してやらない。迷った時はカットしない。今の段階で私もねまだわからないところがあるので、もしかするとこれがうまくいかなくてこっちになるかもしれないんで、わからない場合は無理して行わない、そういうふうにします。はい、じゃあ次こっちですね。これ完全に上目です。で大きさ的に言ってもこっちを残した方が良さそうなんで、これはこのままカット
で、芽かきする基準として、私は大体この 2.5 から3枚、もしくは4枚ぐらいまでになった時に芽かきをするっていうふうにしてます。あんまりこういうふうにちっちゃいやつね。こんな時はまだどうなるかわからないんで、こういう時は無理してしない。これはね、もう見ての通り、位置的にね、下目ですし、これ上目こんなちっちゃいんで、こういうのはね、取っちゃって大丈夫です。これもね、位置的にこんなところは必要ないので、カットカット。これも、これでいいでしょう。こんな感じです。じゃあ次のやつどんどん見ていきますけども、これはちょっと小さすぎてまだ私判断できません。武田君だったらどうする？僕しますね。あ、する？僕しますね。これ残す派？これじゃなくてやっぱり。僕、これ残す派です。この、こんなちっちゃいの？ちっちゃいの残します。今の段階でやる？僕もしてます。早くない？人それぞれなんですけど、武田君は、その理由はこれが下目だから？そうですね。僕も畑次第なとか受精次第なとこあるんですけど、3本もう出てるので、受精はって3本か、そうか。3名出てるので、やる？下で僕はこっち側、この2つ取ってここに残そうかな。もうこの時点で取っちゃいますね。なるほど。こういう意見もいろいろあります。芽かきには正解はないので、本当に人それぞれだと思います。私だったらやらないけど、武田君ならそうする。でも私がもしこの段階で残すって言ったら、多分これ。こっちの方が勢いがいいので、ただ今の段階でもしかしたら場所的にこれがいいので、もう1、2週間すると、結局同じぐらいになるんだったら、こっち落とす可能性があるので、今の場合では私は判断できないんで、これは触らないで。悩みどこですね、これは。だからやっぱ正解はないです。人それぞれの考えだと思います。人によってはやっぱり、こういう、例えばこのぐらいでもいいですわ。この状態でも、いや、もう下目だし、これ上目だから、もうこれ落としちゃうよっていう場合もあると思うんですよ。けど私の場合はちょっとこれはまだ、何とも言えない。将来的にちょっと離れてみれば分かるんですけど、枝自体の勢いもまだそんなにこれないので、もしかしたらここを生かさないといけない可能性もあるんで、これは無理して描かないでやろうかなと。やっぱ芽かきはね、後からねどんどん芽が出てくるならいいんだけど、地植えはねまだ結構いろんなところから芽が出やすいんでいいんですけど、鉢植えなら失敗してね次出てこなくなると、もうどうにもならないんで、もう判断難しいって言った場合は無理してやらない。なんで鉢植えの場合は、5月からねスタートとはいえ、これ前の動画にもお話ししたんですけど、無理してやらなくていいです。なんなら6月入ってからでも私はいいと思います。こう芽を出してみて、着火が6月に入ってくると開始してくるので、着火具合を見て、もしかしたら2本残してみて、1本は着火があまり良くなくて1本はいいかもしれないじゃないですか。そうするとやっぱり着火している方を残した方がいいので、判断に迷った時は無理しないでいいですし、もう6月入ってから着火の様子を見ていい方を残すっていう判断にしていただいた方がいいと思います。地植えは何度も言いますけども、もうどんどんいっぱい芽が出てくるんで、多少ね早くてもまだやり直しって言い方変なんだけども、チャンスはあるんで多少無理はできるんですけども、そこはねやっぱり人それぞれの考えなので、判断に迷ったら基本的にやらなくても大丈夫だと。はい、じゃあ次、これもすごい出てるね。なかなかすごいとこ来ましたね。これも更新用の枝なんで、これのね来年代わりにということでやりますけども、でこの場合これ来年には来年にカットできるかわからないんですけどもやりたいので、そうするとこれは来年に向けてここまで伸ばしたい、ここまでいくかわからないけど、ある程度伸ばしたいっていう考えなんで、この場合は上目を残す。なんでこれはこっちの下目をカットして、これを残して、これを将来的に今年はこの辺まで伸ばして、これを倒すというふうにしたいんで、これを残すと。なんでそれ以外のこっち側はちょっとカット、いわゆる40センチっていうのを考えると、これはこちら側っていうか真上なんでいいとして、この辺はちなみにこういうのって袴目っていうんですよ。知ってた？それ知らなかったです。俺うちが言ってるだけなんかな。俺毎年中言ってるんだけど、見るとここほらもう木になってっちゃう。なってますね。普通のって言い方だけど、新しいのってまだ
木になってないですよね。なってないですよね。こういうの、ひこばえなんかもここがもうなってますよね。なってますね。こういうのってなかなかちょっと太りにくい、伸びるけども。なんでこういうのは基本的にうちはカット。へえ。ない場合はもう仕方なく残すけども、必要ない目だに、まあ、袴目になってる場合は基本的にカットするようにしてます。去年切りそびれたって感じですか？あ、いや、これは今年のやつなんで、今年出てきてる、のがある。まあ、もしかしてそうかもしれない。これ40センチなんで、まあ、そうすると、まあ、これを残す、もしくはこれ。こうすると、まあ、これでいいよね。位置的にこう。で、これの反対側は、この辺りかな。なんで、この間は、カット。これもカット。これもカットだな。で、これを残して、これ互い違いにね、やっていくので、こうすると、ここは近くなるんですけど、枝はこう伸ばせるので、ここで40センチ取れるので、ここは残していいと思う。で、ここはカット、ここはカット、ここで40センチだったら、ちょっと微妙。この辺は、ここは残しておきたい。残しておきたい、俺は。残しておきたいね、この辺は。なんで、この辺まで切って、ちょっとこれは様子見。まだわからない。だいたいこんな感じ。これは、ひこばえで、こういうのはね、そうですね。今出てないんで、もうこれしかもうないので、これはここを残すしかない。ここはひこばえなんで、落としちゃう。いう感じ。俺は今触らない。ここは位置的にもどうにもならない。なんだけども、この位置があるからね、これこのまま置いといた方が良さそうですね。いいと思います。だいぶすっきりしましたね。で、まあ今、ここだけやって、だいぶすっきりしてきました。で、別にカッターじゃなくても、ハサミでも、手でこう取っていっても、基本的に大丈夫だと思ってます。ただ、カッターでやる方が綺麗に切れるんで、いわゆる治りが早い。なので、まあ刃物を使う、ハサミとかね、使っていただいた方がいいと思います。これ下目なんだけど、場所がないので、もう上目残しでやっていきます。で、ちっちゃいので、この辺はパスです。この辺はもう、悩みますね。悩みどころですね。これはパスです。もっと後です。これ、まあすみません。ちょっと今の場合だと、もうこっち切るしかないんですけど、これ切り口にめちゃくちゃ近いですね。すごい近いですよね。これって折れやすいんで、本当はこっちをカットしたい。ただ今、こっちがあまりにも小さすぎて、現状どうなるかわからないんで、これも今カットしませんけど、もしこことここの目の大きさが同じぐらいだったら、こっちをカットした方が私はいいと思います。要は、重さに耐えられなくなって、ポキッと途中で折れてしまう可能性。あとは作業のね、なんかのショックで触ってしまって折れるっていう可能性もあるんで、本当はね、この根元に近い方がいいです。ということでですね、今回は実践しながらですね、どういうところが注意点かっていうお話をさせていただきました。一番重要なのは私は間隔です。いわゆる最低でも40センチ。できれば50センチ、60センチあればいいなと。いわゆる風通し、日当たりが良くなりますので、病気とかにね、強くなりますので、それと光が当たることによって光合成がですね、促進されて、木もね、どんどん成長しやすくなりますので、やはり間隔が一番重要。あとはね、上目、横目、下目の話させていただきましたけど、そこは臨機応変にしていただいて大丈夫だと思います。基本、欲張らないで、あとは早まらなくて大丈夫です。本当にもっと後でもいいです。6月に入ってからでも十分間に合いますので、ゆっくりスタートしていただければ大丈夫です。ということで、今回ですね、武田君に協力いただきまして、本当ありがとうございました。やっぱ2人でやると、すごく解説しやすい。解説がしやすいというか、取らなくていいのが非常にいいね。なかなか、ながら作業でもいいですね。早いですね。だよね。ということで、今回は芽かきをですね、解説させていただきました。実際的には本当に間隔だけ気をつけて透かしていただければ大丈夫です。皆さんもね、5月入りましたんで、少しずつ進めてみてください。動画をですね、最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。リクエストでね、5倍密色のその後をですね、ぜひ動画してほしいっていうリクエストが何件か来てますんで、ちょっとまた時間あったら、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。わかりました。全然大丈夫です。はい、お願いします。わかりました。